日かと恐れていた。いつの日かと夢見ていた。心目覚め翼広げて旅立つ日だぐら。己つなぐ鎖断ち切り心縛る闇を切り裂く光の戦士だぐら。目指せ遥かな地平。さらば優しき日々をもう戻れない。もう帰れない。太陽の牙だぐら。閣下、ラコックです。入れ。失礼します。いかがなさったのですか。お顔の色が優れませんが。どうだ三州の動きは。未だ何の進展も。ゲリラを容認しているのはもはや確実でしょう。やむを得ないな。補佐官アンデイ鉱山へ行ってくれないか。私が。レイクボイド行政官に政治的手腕を望むのは酷のようだ。やはり軍人だな。ゲリラと手を切らせ連邦軍に協力するよう説得するのだ。わかりました。レイクです。入りたまえ。失礼します。早速だが行政官、すぐに補佐官と共にアンディ鉱山へ戻ってくれないか。補佐官と？そうだ、三州の説得を補佐官にさせる。それは私が。君には他にやってもらうこともある。これ以上三州のわがままを放っておくことはできん。長引かせるわけにはいかんのだ。これからどちらへ？いや、これは失礼。何かと詮索するのが分野の悪い癖でしてな。気にせんでくだされ。ジャーナリストとは中立であるべきでしたな。スミニの件、ダグラムの襲撃、偶然かな。いやまた会う時がありそうですな、あなたとは。その時は飲み明かしたいものですな、政治論など魚に。残念だが政治は嫌いでね。では。連邦軍の我々に対する陰謀はますます激しくなるばかりだな。昨べの積み荷の兵器の件も太陽の牙の活躍がなければ本当に危ないところでしたよ。そこで諸軍はここを密かに出て各地に散らばるゲリラに連帯を呼びかけてほしい。ドミシ君、君はパルミナの東部に顔が利く。そちらを頼みたい。わかりました。ジョーク君、君は南部地方だ。あの辺は土佐回り時代の良きお得意様でしたよ。はい、そうです。あなたはザルツェフ少佐。ザルツェフ少佐ですか。今どちらに？
おお、いつぞやは。博士のお招きで来ました。よく来てくださいました。お待ちしておりましたよ。一日先週の思い出。実はまだ決心がつきかねています。お力になれるかどうか。いや、もっともでしょうな。私ですら決心するまでに56年かかってますからな。どうしたかな、ビーたち。ジョルジュのやつ。リタじゃなかか。お待てチュニオ。リタ。これは人違いですけど、すみません。ジョルジュだ、止めて。リタのやつどこ行っちまったんだよ。人の気も知らんとバカだねが。ジョルジュ探してたのよ。何やってんだよ、こんなところで。せがらしか。何したって俺の勝手だろうが。リタさんは戻ってきませんよ、もう。そぎゃんかい。冷たかねえお前ら。よけけこら。リタがスパイだったとしても何ヶ月も一緒に暮らして仲だろうが。一緒に戦った仲じゃなけかこら。そんなこと言ったって。一番最初に疑ったくせしてどっちが冷たいってんだ。この野郎。いい加減にしなよ、二人とも。いくら言い合ったってリタはもうここにはいないんだ。そうですよ。リタさんはもう出てってしまったんですよね。失礼します。ボイド行政官が見えられました。お通ししてくれ。ああ、これは行政官。紹介しよう。連邦評議会のラコック補佐官です。補佐官が。さあどうぞこちらへ。私は連邦評議会と3州の間の誤解を取り除くために来たのです。誤解？そうです。3州のアンディ鉱山における権益問題です。連邦評議会はデロイヤの独立運動を阻止した後も3州には引き続きアンディ鉱山の開発管理をお願いする次第です。ということはアンディ鉱山での3州の利益を最優先するつもりです。いや、しかし、そのよし閣下の名において文書化してもよろしいと考えておりますが。そこまでは。巷には3州がデロイヤ独立を支持しているなどと悪い噂や憶測が聞かれますが、まさかそんなことはありえぬと思いますが。もちろんです。そんな噂があるとは。そうでしょうとも。おそらくゲリラどもの流したデマでしょう。とにかくこの時期に地球連邦内部に亀裂があると思われたくないんです。連邦評議会にもメンツがあります。そのために形だけ軍の導入を認めていただきたいのです。補佐官、それは代表の方々の選択を。本当に形だけなんでしょうな。もちろんです。何ですって？三州が軍のアンディ鉱山導入を認めたのですか？なぜです？あれほどまで我々に非協力的だったものが。欲だよ。補佐官からどう転んでも損しない手形を突きつけられたからだ。ゲリラ側にもおそらくデロイヤ独立後のアンディ3州の既得権をちらつかせられていたんだろう。そんなバカな。それにしても形だけ軍を入れて何になるんですか、強制官。メンツだけでどう解決できるというのです。対面だけを整えたとて独立運動は阻止できるものじゃありませんよ。ラコック補佐官の得意顔が見えるようですよ。そういうことです。3州の代表たちも認めないわけにはいきませんでしたよ。わかりました閣下。では。
どうしてだよ。それじゃ今まで俺たちと約束したことは保護にする気か。別にそういうことじゃないと思いますが。なんだと。まあまあ落ち着きたまえロッキー。とにかく三州の方々の伝言を。はあ、三州はあくまで解放勢力とは協力体制にあることは確かですが、当分の間は派手に動き回らないでほしいと。それじゃあ僕たちに外に出るなってことですか。黙せ。建前上あなたたちは鉱山の中にいないことになっているのですから。つまり連邦軍に発見されると三州の立場が非常に悪くなりますので。ごもっともです。自重させましょう。では追って代表から連絡があると思いますのでよろしくお願いします。ご苦労でした。博士。なんとも大げさすぎやしないかね、ミスター・バーガー。ああ、私も今それを考えていたんだが、形だけの導入にしては念がいりすぎている。どうも軍人と政治家の考えはわからん。まったく。はいはい。おお、これはミスター・ビラ。なんですって。あの羅国補佐官、意外と食わせ者かもしれませんよ。と言いますと。メンツを立てるだけと我々は安心させておいて、腹の中ではどうも別の読みをしているようですな。あの若造にしてやられたわけか。ほら貴様、そこで何やってる。いや別に何も。こら待て、どこへ行くか。話してくれよ。何もしてねえよ。なんですって補佐官。アンディ鉱山への軍の導入、もう少し力を入れてやってほしいと言っているんです。形だけの導入にしては十分すぎるほどだと思いますがね、補佐官。まさか本気で形だけだと思っていらっしゃるのではないでしょうな。徹底していただきたい。だがこれ以上軍の導入を続ければ鉱山内のゲリラを刺激してしまう。話し合いの場がなくなればより長期化の恐れも出てくるし。刺激することが目的なんですよ。刺激されたゲリラが浮き足立ち、先に攻撃を仕掛けてくるように仕向けるのが目的なんですよ。そうなれば軍を鉱山内で動かせる大義名分も成り立ちます。補佐官、それでは三州の建前はあくまでも連邦評議会に協力することになっているんですから、ゲリラをあぶり出しさえすれば建前には建前で対処するのが一番でしょう。やだ、俺はゲリラじゃねえ。返してくれ。来い。サマニ博士、まだ我々に我慢しろと言うんですか。そうですよ。いくらなんでもひどすぎます。今のうちに何とかしないと。大変です。どうした。連邦軍がこれ見よがしにゲリラ狩りをやって見境なくしょっぴいていますよ。だって町の連中まで。はい。博士、もう我慢できねえ。やっちまうぜ。この辺で奴らを野襲でもかけて一丁脅かしてやるか。面白い。やろうぜ、今夜にも。それが狙いだな、おそらく。我々が先に仕掛けるのを待っているのじゃ。なるほど。我々を探す目的ならそれなりの動きもあるはず。あえてそれをしないということは。そのようですな。おい、そっちはどうだ。別に異常はありません。よし、他を徹底的に探せ。こうなったら持久戦法で行くしかあるまい。じゃあこのままでじっとしてろと言うんですか。
このままではまずいですな。いいじゃない、一戦交えちゃえばさ。君たちがここにいなければいい。で、作戦は？ダグラムを鉱山の外で暴れさせる。ダグラムを？軍はゲリラが鉱山の中にいるという確証をつかもうとして躍起になっている。そんな時ダグラムが鉱山の外で暴れたらどうなる？俺たちは外にいると思われるってことか？ところで連邦軍の戦力は？はい、鉱山内に導入された兵は約500人くらいかと。曖昧な数字ではダメだ。はい、それに鉱山入り口駅には120人、東部入り口には150人、ロリー鉱山方面には80人の兵かと思われます。そうか、締めて850か。とすると第8駐屯基地の今の戦力は650だ。本作戦の目的は敵への撹乱のみ。それは効果的にかつ迅速さが要求される。したがって君たち太陽の牙のみのメンバーでやってもらう。そこで作戦配属だが、東部入り口を外側から撹乱する一分隊、他の分隊は鉱山井口駅付近を広範囲に撹乱する。それにダグラムのパイロットはロリー鉱山一帯を派手に動き回れ。しかしあそこにはラウンドフェイサーが2機と第8駐屯基地がそばにありますよ。ダグラムの力なら十分通用する。コンバットアーマーをやったら第8駐屯基地から大軍が駆けつける前にここへ戻ってくる。そりゃうまくいきゃよかばってん。一つ間違ったらダグラムは挟み撃ちたい。自信が持てなければ私が現場で指揮を取ってもいい。他には？ここまで作戦が決まっていたら俺たちだけで十分ですよ。なあみんな。まあな。だなっせ。よーし決まった。博士、この作戦ぜひやらせてください。それから諸君たちは作戦行動が済んだら鉱山の外にとどまってほしい。これからの諸君は遊撃隊として動いてもらう。俺はやばい、ここ離れんのは。リタのことも終わっちゃいねえのによ。それに敵だったやつの言うことなんか聞けるかい。そうだろみんな。俺がいかんちゅうたらいかんけんね。わかったわかった、勝手にしろ。クリーたちうまく抜け出せたかな？大丈夫だって。見ろ、アンディ鉱山入り口駅が見えるぜ。あそこはチコたちだ。急ぐぞ。少し遅れてる、急ごう。時間だぞビリー。どうだ様子は？のんびりしたもんさ。よーし、そろそろやるぞビリー。よいいか。3、2、1、今だ。なんだあれは。あれは東部入り口の方だぞ。ゲリラの奇襲か。そうらしいな。始まっただなっす。ああ、派手にやってくれてるぜロッキーたちもよ。こっちも行くよチコ。待て待て、今装甲車に穴開けてやっから、それを合図に飛び出すんだ。分かった。さてどれにするかな。ゲリラがいるかもしれん。配置に行やるじゃないのあの鉄火姉ちゃん。逆らえねえっす。まったくだ。話、俺たちも行くぜ。どうした？何かあったのか？いや、なんとなく音がしたような気がしたもんで。気のせいだろう。何かいる。ライトを照らせ。ダグラムだ。遅い。早く戦場配置につけ。何？ダグラムがロリー鉱山に？わかった。
すぐ本隊を送る。なぜあんなところに。だけどまあアンディ鉱山にはいなかったんですね。くさっ、東部入り口と鉱山入り口の襲撃はおとりだったのか。照準が合わない。止まればやられる。クリーンさん、急いでください。基地より本隊が向かってます。早くしないと。来た。しまった。クリーンさん。遅かったか。よし、これより基地へ帰還する。了解。まんまとしてやられましたよ、今度も。これで鉱山の中にはゲリラはいないことが証明されたわけですな。そうですかな。まさかゲリラ側に加担している方がいるのではないでしょうな。三州に限ってそうは思いたくありませんがね。これでしばらく見納めだな。解放軍遊撃隊か。もたらされた悲しい知らせに若者の心が激しく歪み、絶望の狂気が走る。もう決して帰らぬ者を追って決死の爆走が地獄を目指す。やがて全てが終わり、戦場を静寂が支配し、戦士の心が冷えていく。次回、悲しみの爆走。 Not even justice. I want to get truth. 真実は見えるか。星が流れて願いをかけて二つ数えて夢砕け恋しさかけらのフラッシュバック心細さに後振り向けば幼い夏の日スローモーション